5時50分。おはようございます。社畜デザイナーの小鉄です。今日も早起きできました。ストレスからか、アラームよりも先に目が覚めます。いつも通り朝のコーヒーを入れます。胃腸をいたわるためにコーヒーに牛乳も加えます。今日は土曜日です。メール確認から始まります。今仕事で使用しているこの Mac ですが、かなりガタが来ています。命が尽きようとしています。こんな感じでタッチバーの部分が急激に発光したりするので、応急処置としてマスキングテープを貼って対応しています。さらに電池の消耗もかなり早く、100% 充電していたとしても2時間で電池切れになります。半年前から修理推奨の表記が出ていますが、そのまま使い続けています。この Mac もブラック企業の労働環境についてこれませんでした。この Mac で今まで頑張ってきましたが、もう限界です。会社も修理や交換の対応をしてくれないので、しびれを切らして自腹で新型 MacBook Pro を購入することにしました。3月に注文していたのですが、3ヶ月以上届きませんでした。このご時世なので、海外からの輸入が遅れているようです。そんな時に Apple のサイトを徘徊していると、整備済みの Mac を発見したので、そちらを購入しました。国内にある整備済みの Mac ならすぐ届くので、Mac の購入を検討している方は、ぜひ整備済みの方を覗いてみてください。Mac のサイトの下の方に小さく項目があって、ここから見ることができます。しかも正規品よりも少し安く購入できるというお得な技です。注文した Mac は今日の午前中に届く予定なので、しばらくこの Mac で作業します。月曜日に持ち寄りのデザインを粛々と進めます。到着が待ち遠しいです。9時50分。荷物が到着しました。この重量感で何が入っているのかわかります。段ボールを開けます。開けると真っ白の箱が出てきました。箱ですら美しいです。これより開封の儀を行います。慎重にフィルムを剥がします。この開ける瞬間は緊張感が高まります。本体の他に充電器とケーブルも入っています。ビリビリに破りたくないので慎重に開けてみます。充電器がかなりでかいです。Apple 製品の説明書は合ってないようなものなので、説明書などはそのまま保管します。箱もきれいに残しておきます。数年後売却するときに高値で売れるようにします。では、本体のフィルムを剥がします。美しいフォルムです。ずっと眺めていても
飽きないです。開くと、いきなり Mac が産声を上げました。急いで画面側を映します。画面の表示も綺麗すぎます。感動です。いろんな国の言語で挨拶してきています。律儀なやつです。言語などを設定していきます。このあたりの設定は簡単なので助かります。さらに、今回から指紋認証もあるようです。これで毎回パスワード入力しなくて済みます。Mac の進化のスピードが速すぎて、毎回驚きます。僕もこのくらいのスピードで成長を遂げたいです。この Mac は絶対に傷つけたくないので、保護フィルムやケースをつけていきます。これだけ新しい Mac も4年もすれば古くなってしまうのが悲しいです。それまで大切に使って4年後にメルカリに出品することで次の Mac を買う足しにできるようにします。フィルムを貼る作業はかなり苦手です。部屋に常にホコリが浮遊しているので、フィルムにホコリが混入する気しかしません。慎重にフィルムを貼ります。ヘラで気泡を押し出します。すでに嫌な予感しかしません。精神が削れていく作業です。メンタルに負荷がかかっているせいか、汗だくになっています。絶妙な場所にホコリが混入したので、剥がしてホコリを削り取ります。その後もフィルムとしばらく格闘しました。案の定ホコリが混入し、気泡も残りました。もう手の施しようがありません。Apple は購入時にフィルムを貼り付けてくれるサービスを実施してほしいです。お願いします。次にタッチパッドのフィルムを貼ります。ここも頻繁に触れる場所なので、傷がつかないように予防しておきます。このフィルムは範囲も狭いので、難易度は低めでした。次にハードケースも装着します。元のシルバーの地の色が好きなので、透明のケースにしました。スマートな MacBook Pro をごつくしていくという矛盾した行動です。ケースをつけずに Apple 製品を持ち歩きたいですが、怖くてできません。保護ができました。後日、キーボードカバーもつけようと思っています。すでにキーボードに指の油が乗っているのが気に食わないです。デスクに置いているだけで様になります。美しいです。この Mac で作業できると思うと体がうずうずします。早く触り倒したいです。10時20分。Mac の保護も完了したので、次に Adobe や Microsoft などのアプリをインストールします。ソフトは会社から支給されているのでありがたいです。ここだけは会社に感謝です。
イラレやフォトショの設定も移行します。ショートカットキーなども自作しています。いろんな技を駆使して作業を最速でできるようにしています。いつも代理店からスピードを要求されるので、最短で作る技が身につきました。その速さが YouTube の編集技術にも活かされています。12時5分。まだセットアップの途中ですが、一旦昼食にします。Mac をベッドに避難させます。すぐに新型 Mac を触りたいので、朝バナナと避けるチーズを買ってきました。いただきます。一瞬で胃に流し込みます。避けるチーズもいただきます。裂かずにスティックのままかじります。裂く時間すら惜しいです。13時。食後もセットアップを進めて、すべて完了しました。ついにモニターへと接続します。大画面で映しても綺麗です。スペックが上がったので、マウスカーソルの動きが全く違います。動きがヌルヌルです。13時10分。早速新型 Mac で制作します。前から温めていた LINE スタンプを完成させます。今まで動画で登場したイラストの中からセレクトしてスタンプにします。前から少しずつ進めていて、一度申請したんですが、このスタンプの許可が下りませんでした。社畜は LINE スタンプにすら受け入れてもらえないです。17時3分。無事に完成しました。細かな調整やセレクトも経て、24種類のスタンプを収録することにしました。過激な内容は審査が通らないので、マイルドな内容となっています。概要欄にリンクも貼っておくので、見ていただけると嬉しいです。パワハラを受ける社畜スタンプもリリースしたいので、なんとか審査をすり抜けられるように工夫してみます。まだ時間に余裕があるので、他の作業もしておきます。インスタグラムにイラストを投稿しておきます。予約投稿の機能を使って毎日1イラストずつ投稿できるようにしています。この作業が地味に時間がかかります。みんなが休日を満喫している間、粛々と孤独に作業をしています。でも、こういう地道な作業は嫌いじゃないです。20時15分。だいぶはかどりました。自主制作をしていると、時間が一瞬で溶けていきます。ぼちぼち晩ご飯を作ります。最近は業務に追われていて、作り置きができてなかったので、サクッと作ってしまおうと思います。今日はこの
新玉ねぎを使います。上下を切り落として皮を剥きます。そして切れ込みを入れます。玉ねぎが8等分になるように切ります。この時、下まで切り落とさないことがポイントです。そして深めのお皿に入れてラップをします。レンジで10分温めます。蒸し上がりました。玉ねぎが花のように咲いています。ここにポン酢をかけて完成です。さらに納豆も用意します。最近は梅味の納豆にはまっています。タレが梅の風味で食欲をそそります。完成しました。では、いただきます。玉ねぎの甘みが染み出しています。大人になってから野菜の甘みがわかるようになりました。子供の頃は父親や母親が野菜を甘いと言いながら食べているのを聞いて正気かと思っていました。この玉ねぎ料理ですが、手軽に作れて血液もサラサラになるので、ストレスで血液がドロドロの社畜におすすめの一品です。納豆もいただきます。混ぜているだけで梅の香りがしてきます。味も美味しいです。白飯が欲しくなりますが、炭水化物を摂りすぎると眠くなるので我慢します。食べながら YouTube でも視聴します。Mac の発色も良くて動画視聴も快適です。ガジェット類に関しては新しいものが正義です。ごちそうさまでした。あっさりしていて美味しかったです。次はキーボードを最新のものに買い替えたいです。このキーボードは6年くらい使っていて、キーの間に食べかすが詰まっています。20時50分。食後に仕事も進めておきます。ここ数週間は競合コンペの案件を進めていて、奴隷のように働いています。そして毎週のように週明け持ち寄りの仕事が発生します。自腹で買ったパソコンで仕事をするのは尺ですが、仕方ありません。雇われの身は辛いです。夜な夜なこうやって広告を作っていますが、働けば働くほど仕事で面白いことは実現できないんだなと感じています。仕事ではいろんな大人が関わっていて、面白い人、賢い人、めんどくさい人などいろいろいます。みんなとてつもなくこだわりが強いです。そんな
いろんな感覚を持った大人たちのフィルターを通していくことで、どんどん角の取れた広告になっていき、自分が理想としていたものとは程遠いものになります。それに、広告やデザインは見た目でも判断できるので、誰でも意見が言いやすいです。そのため、みんな好き勝手思ったことを言ってきます。人と関わるのは嫌いじゃないんですが、仕事で関わっている人はみんなこだわりが強いので、意見を言いまくり、モンスターと化していきます。その中で自分の考えを通し続けることは体力をかなり使ってしまうので、しなやかに対応していきたいと思っています。海底に漂う海藻のような存在でいたいです。という悩みを抱えながら一気に追い込みます。どれだけ作業をしても修正や追加の依頼が発生するので、一生仕事が終わる気がしません。25時12分。一旦霧のいいところまでできました。今日も限界なので終わりにします。今日も一日全力で創作活動と仕事に励みました。これからも仕事をしながら個人でどんどん作っていこうと思います。念願の新型 MacBook Pro も手に入れたので、もっと加速していけるように頑張ります。毎日全力で何かを残し続けていきたいです。ただ、今回の買い物はかなり痛い出費でした。これからもさらに精進して節約のために質素に暮らしていこうと思います。25時50分。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。